今日の目的地としてる稚内はね、日本で最も高いところにあると。うわ、すごいなこの空。やばいうーわ、え、ほんまに言ってる？すごいわこれ。キツネむっちゃ多いな北海道。これ以上でかいのはなるべく遠目に安全なところから発見するっていうパターン。しかもバイク乗ってる時でお願いしたい。鹿までは OK。 レストランとんがり館。腹減ったな、飯食うか。これ上下にしか動かせへんねんけど、めっちゃ斬新。やめよう、疲れた。遠いよ。はい、とんがり館終了。Google のレビューもいまいち低かったから行くのをやめました。情報の完全性や、多くの人に情報が行き渡るようになったから悪い商品がもうなくなってきてしまってんねん。なぜかというと、悪い商品はレビューによって淘汰されてしまうから、レビューの操作みたいな問題はあるけど、ここはあれやね、もう淘汰されてるな、ほぼ。今日の目的地としてる稚内はね、日本で最も高いところにあると。緯度なの経度なのちょっとよくわからんけど、それは日が沈むのも最も遅いということなんで、多分ね20時ぐらいまでは太陽出てるんじゃないかなと踏んでる俺は。 Google がさ、オロロンラインまで残り13キロ12分って表示してるんやけどさ、オロロンラインじゃないところでオロロンライン張りにはしゃいでたってこと？うわ、すごいなこの空。何この空、セットか？何この空。待って、あー、うっそーわ、やられたな。ごめん、俺むっちゃしょうもないところではしゃいでたわ。こちらが本物のオロロンラインでございます。素晴らしいですね。すごいな。ヤンキー作ってる？あー、舐めてたオロロンラインを。5キロぐらいかな、ずーっと風力発電が続いてるな。すげえ。これ今日の目玉やからね。ここのために今日ひたすら5時間ぐらい走り続けたと言ってしまっても過言ではないけど、まあもう一生来ないけどね。5時間走る気もないし、一生に1回やから。わあ、すごいな。はい、オロロンライン終了ということで、稚内半端ない。もう今日224キロ走ってんねんで、それなのにまだプラス50キロも走らないといけない。すげえな北海道。もうね、本当に退屈、やることが全然ない。なるな。一番初めのきっかけはね、もう本当に些細なことやってん。去年の3月から本腰を入れてブログを書きまくってたわけよ。で、5月ぐらいまで結構伸びて、あれこれもしかして俺いけんちゃうって思って、ブログでもしも独立できたら、独立した記念に日本をバイクで一周しようっていうのがもうそもそものきっかけ。フリーランスイコール旅人イコールバイクで日本一周みたいな超短絡的な発想でやってる。で、その時に考えてたのが、なんか最近あれでしょ、 YouTube で走行中のトラブル動画みたいなの多いっしょ。で、あれをさ、俺もやっちゃおうかなって思って、でそれでなんか YouTube でバズればお小遣い稼げるかなみたいなことを考えてたんよ。せっかくバイクで日本一周するんなら何かしらビジネスに生かさないともったいないなっていうのを考えていて、どういう動画にするかっていうのを全然考えてなかったよ。 YouTube 見渡してみてもこういうスタイルでやってる人っておらんねんな。旅しながらそれを毎日配信するみたいな。頭おかしいよね。だって今のところハイパー超大赤字だから、黒字化するかどうかも全くわからんようなところに、俺の24時間1日24時間の全ての時間と体力とあとお金を注ぎ込んでるから、こんなんできるやつおらんというか、こんなんやるやつちょっと頭おかしいやろ。まあでもきっかけは些細なことでいいんやって。これは結果論やから、うまくいけばいいって話よ。だからね、一番最初の目標がもう完全にすり替わっちゃってるわけよ。もしもブログで独立したら日本一周できたらいいな程度に考えてたのが、いつの間にか日本一周で YouTube で成功するが目標になってるから、日本一周っていう第一歩があったから YouTube っていう第2歩目に踏み出せたわけやから、むっちゃ反対してくる人はいるやろうけどね。でも耳を傾けたとしても、その人たちはやめときなさいって言われてやめて、それで自分の人生が不幸になったとしても責任を取ってくれません。今の俺みたいにこの鹿に会うこともできなかったでしょ。バンビちゃん、バンビーはははは、やばい
うわー、なんでそっち曲がる。ほんまに国立公園なんや、ここ。あいつらほんまに前に逃げるな。バカのカーナだけあるわ、マジで。なんで前に出る。あいつらやばいな。とうとう鹿まで見てしまった。もうこっからやばいのしか残ってないぞ。北海道やな、ここ。ここ北海道やわ。YouTube に失敗しても後悔はないよ。やりたいことやってるだけやから。すげえ。北海道すげえな。熊はいらん。鹿でいい。うわもうほんますごいなこれ。わけわからんわ。ここなんなん。わけわからんわ。すっごいな。すっごいわ。今日の宿はね、ミツバチの宿っていう掘ったて小屋みたいなところなんやけど、まあでも650円という超絶破格やからね、何一つ文句はないです。布団もついてるっていうことやったから。虫とか出てくんのかな、やっぱり。ただね、北海道来てから俺まだゴキブリに遭遇したこともないし、ゴキブリ見たことないって言ってる人も結構多いぐらいやから、北海道の人は。多分ね、北海道の冬を越せずに全滅するんやろうね。ゴキブリ見たことないとか羨ましすぎるわ。もしね、この動画見てくれてる人で、北海道で私ゴキブリ見たことあるよっていう人いたら教えてほしい。あと、私ゴキブリだよっていう人もいれば教えてほしい。いよいよミツバチの家に到着をする予定ですが、さすがに稚内は寒いな。どれこれちゃうよな。これマジでこれそう。わ。ほんまに言ってる。これはまずい。これはまずいぞ。一人ですか今日。一人だからみんなデート犯人ばかりだけど。あ、そうなんですね。ちょっと怖いですね。お風呂とかってあるんですか。そうねえとこ。お手洗いってあるんですか。あるこっちお風呂。わかりました。いいのか。はい。いいのか。全然ですか。大丈夫か。650円なんだ。安いっす。出してよ。最低充電30円だから。あ、じゃあそれも。680円。出してよ。これ布団はどこどうぞですか。好きやで。700円ですね。はい。今20円ちょっと。あ、20円大丈夫です。そうか。はい、20円は。分かった。はい。大丈夫です。あと、出ていくときってどうしたらいいの。鍵はどうしたらいいの。勝手に出俺寝てるから。はいかけなくていい。この辺置いとけばいい。なるほど。はい、稚内市のミツバチの家到着ということで、ざっとこんな感じです。すごい。すごいわ、これ。あらゆる壁にメッセージと、あと今まで宿泊した人の写真がずらっと並んでる。すんごいっしょ、これ。すごいっしょ。このバイクとか俺知らんしな。でね、ものすごい人数が止まってたりすんのよ。入んのこれ。なぜかここに蜂の巣。もうね、情報量が多すぎる。一生見てられる。ベッドのこの脇のところにも人のメッセージと名前と名刺もこれもういつの名刺やねん。東京理工やって。よく来たな、ここ。いつの写真だこれ。平成6年。白黒やで。何年前？25年前か。ここほんますごいわ。しかもね、なんと今日俺一人っていうことで、幸いね、この環境を自由に使えるんやけど、ただね、布団がものすごい不安。やばくないこれ。お前どれを使っていいかわからへんねんけど、シーツがないのよ。シーツがないし、どの布団が綺麗かもわからんし、俺寝袋持ってないから、もうここに直で寝るしかないんやけど、寝たくない。この辺とかももうね、わけわからん。笑う犬の冒険とか、あらゆるところに名刺と写真とメッセージ。あらゆるところ。この寝袋とかもう誰のかわからんし、使えんし、こんな。すっごいわ、これ。読んでたらね、うわ蜘蛛の巣張ってるやん、ここ。普通に蜘蛛おった。天井もさ、メッセージだらけやねん。中日ドラゴンズ日本一って書いてある。53年ぶり、平成19年やから、もうこれですら13年前。情報量がさ、爆発してん。ただね、一個驚いたことがあって、トイレにウォシュレットがついてんねんな。ただ、ここで流した水は、下水処理場に行ってんのかな。稚内やからな。これはすごいわ。わけわからんわ。わけわからん。どの布団を使って寝ればいいのかもわからん。めっちゃ汚いけど、でも650円やから、むしろチェックアウト時間ないからちょっとありがたい。好きなだけいなさいって言われた。てるてる坊主が死んでる。絶対さ、
こん中のどれかに有名な人いるよね。有名な旅人いるよ。こん中に。これさ、87って書いてあるのは、西暦よな。31年前の写真か。これとかもう、わけわからんよな。私の愛車、ホンダ C72 式 250cc1961 年に開営18万5000円なり。オーナーっぽいな。生きてんのかなこの写真の人たち。見つけたわ、有名人。具志堅さんいるわ、これ。あ、こっちにもいるわ。具志堅さん2回来てるわ、ここ。ちょっと寒いんやけど、このストーブの付け方がわからん。何の反応もない。諦めよう。風呂かっこええから行け。どこの？やっと着いた。ありがとう、スパーダくん。熊本。1993年8月17日。直で書いてるもんね、この辺の人たちはベッドに。CB400SF。VTEC2 で日本一周中。400分の63日目。400! 2008年。どうやったら400日かかんねん。寒すぎわろた。京都大学チャリダー。平成27年。比較的新しい。埃の蓄積がやばいな。北海道やからさ、まだ虫がおらんから、よかったね。うわぁ、この時代の女性ライダー珍しいな。3人か。これはオーナーやろうね。すげえな、この写真。バブル全盛みたいな。豚丼的なの食べてるな。宴会の様子がすごい。頭に巻くんや、やっぱり。無敵の生ウニ丼。カラフト食堂。ノシャップ岬か。まだやってたら行きたいな。生ウニ丼食べてえな。寝袋持ってる人とか、潔癖じゃない人にはかなりいい環境だと思う。650円ということなので、稚内の宿に困ってる人は。多分ね、埋まってるっていうパターンはないから。で、電話せずに来ても OK。入ってから、そこに金入れて、勝手に出ていけばいいっていう話だから。すげえ、ここは。ミツバチの家、レポートでした。俺はね、これから、綺麗めの布団を探す。ふぅ